皆様こんばんは。本日はお忙しい中、お越しいただきまして誠にありがとうございます。定刻の時間となりましたので、これより第30回、マネジメントカフェを、開始したいと思います。本日の司会は私、サイバーシルクロード発注事務局の山本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、日米文化の狭間で合弁企業37年で学んだことと題しまして、日本ヒューレット・パッカード株式会社元代表取締役会長、そしてサイバーシルクロード八王子前会長の高谷勝人様よりご講演をいただきます。まずはじめに簡単に高谷様のご紹介をさせていただきたいと思います。高谷様は1957年に横浜で株式会社にご入社、その後、日本ヒューレット・パッカード株式会社代表取締役会長などを歴任され、グローバル企業の第一線として活躍をされました。現役引退後、2001年からサイバーシルクロード八王子の初代会長にご就任されました。2014年度までの約14年間、徹底した現場主義で市内産業振興を牽引されました。本日のご講演では、日本ヒューレット・パッカード時代、自身に叩き込んだ経営理念と考え方 HPUA に基づき、これまでグローバルと地域振興の両面で活躍され築き上げた経営マネジメントについてお話しいただきます。それでは早速でございますが、ご講演いただきたいと思います。大谷様、よろしくお願いいたします。こんばんは、高谷でございます。しばらく裁判の方ご無沙汰をしておりましたので、今日は非常になんか懐かしい顔で、同窓会みたいな感じで気楽になんか喋れるなという感じがしております。脱線をするかもしれませんし、時間をオーバーするかもしれないので、一つご容赦をいただきたいと思います。本当にお忙しいところをお集まりいただきまして本当にありがとうございます。それで出来悪いか。今日どういう話をですねしたらいいのかっていうことを田辺さんなんかに伺ったんですけれども、私のこの合弁会社横川ヒューレット・パッカード、これに37年いたわけなんですけれども、その話をですね、その時の話を投資でもってしたことを考えていたらなかったですよね。断片的にいろんなところでお話をして、特に未来塾なんかではちぎれちぎれでそういうお話をした記憶があるんだけども、ずっと通して、何を考えどういうマネジメントやってきたかって話はしてなかったなと思うので、今日できればそういう形でやってみたいなと思います。で、年取りますとね、記憶が非常に定かでなくなっちゃうんですよね。で、定かでなくなるとどういうことかっていうと、物事の起きた順番が分からなくなっちゃう、だから時々何年だっけなんてチェックするんですけど、チェックしてもすぐ忘れちゃうっていうんで、今日その辺がかなり前後して、わけわかんない話になるかもしれません。ご容赦いただきたいと思います。私社会人になりましたのは昭和32年1957年、大学を出て、横川電機に入社をしました。この頃っていうのはですね、今振り返ってみますと事務経費っていうのがあったんですけれども、事務経費時代にすでに社会人になっておられた方を見渡したところ、前川さんぐらいかな。そうですね、38年そうですか、で、例の朝鮮戦争でもって日本の景気がちょっとね、立ち直ってきて、で急激に事務景気でもって、立ち上がった、こういう状況がございました。でその後また岩戸景気であるとか何とかとも神代の名前がどんどんついてですね、いろいろアップダウンがあったんですけれども、非常に皆さん先輩の皆さん方頑張っていただいて、日本が再建してきた。で経済白書っていうのが毎年出るわけですけれども、今でも忘れないんですが、昭和31年のですね、経済白書、これの名文句がありまして、もはや戦後ではないっていうね、こういう名文句が歌われて、これ非常に話題になったんですね。これどういうことかっていうと、昭和31年の経済白書ですが、昭和30年にですね、日本の1人当たりの GNP が戦前のレベルに戻った。でこれをですね、もはや戦後ではないという表現を持って昭和31年の経済白書に書かれたんですね。で私受験、就活をやりましたのが昭和31年でございます。で勉強してなかったもんですから何を準備していいかよくわからなかったんですね。でこれだと思ったのはこの経済白書なんですね。でこれを一つ全部覚えちゃえっていうんで必死になって覚えました。
あの頃はまだメモリーが非常にしっかりしてましたからかなりしっかり覚えたんですけれども、で2社ばかり受験をいたしました。バッチリ当たりましてですね、1社ではとことんいろいろ面接聞かれたんですけれども、それもバッチリ、おそらく学校の成績とは違って就活の時の入社試験の成績というのは非常に良かったんじゃないかと思うんですね。非常に良かったのが実は横川電機だったと、こういうことになるわけで、横川電機一番先に受けましたら一番先に内定が来ちゃいましてですね、他は実は本命があったんですけれども、そっち受けようと思ったら学校行ってですね、受験用の書類を出してくれって言ったら、こう調べてて、あんたもう決まってるだろう、そんなのに邪魔しちゃいけない、横川電機行けない、横川電機って何を作ってるのか全然知らなかった。それで受けに行きます。で役員面接がありまして、筆記試験があって、やはり経済のことについて述べよってのが出た。これはもう締めだと思って書きまくって、これで役員面接に出ましたらいろいろ聞かれたんです。でただ一人変な質問をした人がいたんですね。これ何かあったら、君は酒を飲むかいって言うんですよね、その役員さんが、名前もちろん知りませんでした。はい、飲みます。どのぐらい飲むんだ、3合ぐらいは軽いです。そうだと。で飲んで乱れねえだろうなとおっしゃるんですよね。大丈夫です、自信があります。あ、そうか、それだけで、あと入社して配属が決まって行ってみたら、その人がね直属の上司なんですよね。これ横川電機の後々合弁会社の社長になった横川正蔵さんって方で、偉い人のところについちゃったなと思ったんだけれども、実はずっとその方親父みたいに非常にお世話になりました。そこでもいろいろ勉強させていただいた、こういうご縁でもって横川電機に入って、ですからもう横川電機は何を作ってるかなんてもよく知らなかったんですけれども、入ってみてびっくりしたのはですね、あの頃はいわゆるプロセスオートメーション、石油化学であるとか石油精製であるとか、そういったところがもう非常にやはり技術提携なんかをしまして、どんどん忙しくなってきてる。で横川電機もものすごく儲かったんですね。入ってびっくりしたのはですね、年4回ボーナスが出る、で私仕事なんかほとんどしてないのにですね、ちゃんといただけるんですよね。これ社会ってこんなに甘いもんかとちょっと思ったこともあるんですけれども、そんなことをしてるうちに7年経ちまして、7年経ちましたら、この書いてあるのかな、この辺は飛ばします。これですね、1963年の9月、昭和38年のことですけれども、横川電機とヒューレット・パッカードが合弁会社を作る、こういうことになります。でここにあります社長横川正蔵さん、この方が今お前酒飲むかって聞いた人なんですね。でこの人に呼ばれましてですね、保育講座にちょっと来いって言うんで行きました。そしたら、今度俺は新しい合弁会社作ってそこの社長になるんだけどお前来るかって聞かれて、もう何も考えないで、はい行きます、即答いたしました。女房にも相談しないで決めちゃったんですけども、その会社がどういう会社なのかっていうのを知らないで決める。でこれが実は横川ヒューレット・パッカードという会社でございました。でそこでもって、63年に一応設立をされて、建設、なんとか準備室というのができた。でそこへ配属になった。そこでですね、与えられました課題が、お前八王子に工場を作るからそれの建設プロジェクトを3億円やるから作れ、ね、こういう話なんです。この3億円というのはえらいもっと7倍ぐらいするんじゃないかと思うんですけれども、なんかそんないうことを言われて、建設することなんか何にもわからない、どうしたもんかと思ったら、横川系列っていうのは、横川グループっていうのは実はオリジナルはですね、オリジンは設計屋さん、建築設計、これ横川民助さんっていう方がいらっしゃって、国立博物館に横川コレクションっていうのがありますけれども、いろんな陶磁器類なんかをコレクションを寄付をされた。で三越本店であるとか三井本館であるとか、そういった非常に有名なコンクリート作りの建物を建てられた方ですね。そういう方が作られたこの横川グループというのがあって、横川電機と、それから横川橋梁、横川ブリッジというのを言いますけれども、こういう2通りの流れを作られて、ずっとそこからまたいろいろ発展をしたわけですが、そういう会社でございました。で、電気の方でこういういわゆる合弁会社ができたわけなんですけれども、これは高周波測定器で、横川電機っていうのは計測器の会社でございます。計測器で日本でナンバーワン、今でもナンバーワンだと思いますけれども、そういう技術を持った会社で、ただ日本としてはですね、特に戦争中からの経緯を見てもそうなんですけれども、
やはりマイクロウェーブ関係、高周波の測定技術というのは非常に遅れてた。であの頃はやはり経産省がいろいろやはり旗を振ってどんどん遅れている技術をやはり技術提供を促進しながら追いつけ追い越せでやろうというこういう方針があったわけですね。その一つとして、合弁会社 HP と横川電機、ご覧のように 51%、横川電機がマジョリティを一応持った。でこれは国の方針だったんですね。で合弁会社を作るのは大いに推奨する。だけどもあくまでもマジョリティは日本側が持てということでもって横川電機は 51%。これはYHP できて創立20周年のところ25周年だったですかね。それまでこの比率がずっと変わらずにきました。その時点でもって 75% を HP が持ったわけですけれども、そういったことでこの高周波測定技術を導入するということが目的でこの合弁会社が設立をされました。で、1964年10月、これ前回の東京オリンピックの時ですね、その10月10日が開会式でしたけれども、何もわからないままに要するに横川工務店というその建築設計事務所があったんですが、そこの技術屋さんにいろいろ教えてもらいながらなんとか工場が出来上がった。それで、引っ越しをですね、それまでには横川電機の中を借りて、工場を製造作業をやってたんですけれども、引っ越しをやらなきゃいけない。で引っ越しをやろうと思ったらですね、八王子がご記憶があると思いますけれども、オリンピックのですね、自転車のロードレースのコースができちゃったんですね。でリハーサルやるんですよ、しょっちゅう。だから引っ越しがなかなかできなくてですね、困りましたけれども、なんとか日通の、非常に元気のいい課長さんと一緒になって、予定を立ててくぐり抜けて引っ越しをいたしました。で、64年の10月10日土曜日でしたけれども、開会式があった。開会式午後だったんですね。でいい季節にやりましたよね、10月っていうのはね。今度のその東京のオリンピックなんか真夏にやるらしいんですけど、本当に大丈夫かなと思うんですがね。でその時に忘れもしませんが、これ北八の駅前、今アジレントテクノロジーの新しい建物が建っておりますけれども、あそこに2階建ての平べったい工場を作った。で土曜日が半ドンでした。で半ドンが終わって、午後ですね、この建設プロジェクトに一緒に苦労した仲間と一緒に秩父の山奥の方の高専にですね、息抜きにその打ち上げに行こうやって言うんで、でそこの八高線に乗って行ったんですね。であの頃八高線にはですね、時々 SL が走ってました。貨物列車は全部 SL が引っ張ってえらい貨物列車が走るとですね、工場が揺れるんですよね。で精密機械作るのに大丈夫かなと思ったんですけれども、そのうち電化になって静かになったんですけれども、そんなこともありまして、その時にですね、携帯のそのラジオで開会式の中継を聞きながら、都心の方の空を見ましたらですね、ブルーインパルスのこの五輪の輪、あれが見えたんですよ。天気がものすごく良かった。それまではですね、なんか台風かなんかが来たかなんかで荒れてたんだけども、この日からもう非常に晴れた。ですからあれは非常にいい思い出になりましてですね、そんなことがあって、高倉町に昔は私どもの工事は石川町だったんですけど、番地が変わって今高倉町になりました。私の今住んでる家が高倉町なんで、もう張ってても帰れるぐらいの距離なんですが、そういうところに根を下ろしたということ、それ以来37年この合弁会社に一応勤めさせていただいたということですね。であの頃ですね、八王子の人口が15万人、今58万でしょ。だからやっぱりすごいですよね。であそこの石川工業団地っていうのは本当に工業団地、ものづくり、小仁田さんが一番先だった。あの頃小仁田さんって言わない、小西六さん、ね、新宿西口のあたりなんか浄水場があったんですが、そこに小仁田さんの工場があって、で向こうを整備するっていうんでこっちへ引っ越してこられた。で八王子が非常に大きな立派な工業団地を開拓をされて、そこへ全部いろいろメーカーを奨励してきた。で頃ありましたのがですね、ビクサーさんがありましたね。それから岩崎通信機さん、それから我々が入ってきて、この YHP、 オリンパスさんがあったかどうかちょっと記憶が定かじゃないんですよ。オリンパスさんは線路が飛んで反対側ですから、今申し上げたのは大体向こう側にあったんですよね。ビクターさんはこっちか。それは今どうですか、もう様変わりしましたね。もう流通団地になって、つい最近アマゾンができましたね、アマゾンの倉庫は。
だからいや変われば変わったもんだな、まあ、そうですよね、もう40年近く経ってるわけですから、世の中どんどん変わりますんで、ですから今は工業団地というか、工業団地もですね、ものづくりのラインがほとんどない、うちの会社もありません、ね、だから小見田さんあたりもものづくりのライン非常に少ないんじゃないかと思いますね。東京精密さんはまだ持ってらっしゃるような感じなんだけれども、それでもって、今何かっていうと R&D のセンターですわね、開発拠点に皆さんなっている、まあ、そういうふうに世の中随分変わりました。まあ、それでですね、この合弁会社の相手のもう HP ということについてもいろいろ本にも出ておりますし、皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、この会社はですね、ここに写真がありますけれども、デーブ・パッカードという人とビル・ヒューレットっていう2人、これはスタンフォード大学の卒業生なんですけれども、この2人はですね、スタンフォード大学のターマン先生という先生のバックアップを得て、一時自衛だとかあるいは軍隊に行ったりしてたんですけれども、帰ってきて、昭和14年1939年にシリコンバレーにでベンチャーを起こした。これベンチャー第1号、シリコンバレーのね。でこの2人がそういう会社を起こそうで、何を作るかってことははっきりしなかったらしいんだけども、ともかく会社を起こしたんです。それでその時ですね、ご承知のように昭和の初めが大恐慌がありましたよね。そういったことで非常に悲惨な状況をこの若者2人が目の当たりに見てた。だから会社を起こしてですね、ハイヤー&ファイヤーということがしきりに行われたっていうね、当時。ハイヤー&ファイヤー、ハイヤーってのは雇っちゃ首を切るっていう、もうそれでもう悲惨な状況で、もう本当に路頭に迷うような人がたくさんいた。だからハイヤー&ファイヤーだけは絶対にやるまいというふうに2人で申し合わせたという話がありました、そしてここに書いてあることがですね、この HP の一番の何て言うんでしょう、経営哲学の一番真になる話ね。で、人間というのはですね、男女を問わず良い仕事、創造的な仕事をやりたいと願っている。でそれにふさわしい環境さえ整えばですね、誰でもそうするという信念に基づいた方針である。だからそういう人を信じるっていう、これが一番基礎になっているんです、ね。でこの考え方がずっと引き継がれてきてた。でこれがいわゆる HP ウェイという HP の会社の企業文化の一番底になる信念、経営哲学ですね。その経営哲学がこれにあといろんなことがついてくるんですけれども、こういったこと、これをですね、私なんかも31年以来間に本当に叩き込まれました、ね。だから人を信じて任せようっていうね。でやっぱりこの頃いろいろやはり日本の経営のことがですね、シリコンバレーあたりでも評判になって、セオリー G っていうセオリー Z っていう本があった。でこれ何かっていうと、大内さんという経営学者、日系人の経営学者がいて、日本的な経営っていうのをね、日本的な経営をもっとアメリカが学んだらいいんじゃないかっていうことをそう投げかけていた、その時代に。だからそういう時代、非常にもう人を大事にする。だから日本企業よりも日本企業らしいマネジメントをやる会社だっていう噂が立ってたんですね。ともかく人をものすごく大事にする。でその HP ウェイっていうのは、最初はああいう信念を持ってやられた事業を始めたんですけども、最初からこんなことが書いてあったわけじゃないんですね。でやはり従業員がどんどん増えてきて、あっちこっちに工場ができるようになってきた。そうするとですね、ああいうその創業者の2人の哲学っていうのをやはりちゃんと分かるように書いておかなきゃいかんだろうということで、初めてのマネージャー会議をやった時にこういうのをまとめて、みんなに渡したんだということを言われています。でこれはビジネスということと、それから従業員と、それからマネジメント、3つにカテゴリー分けて書いてありますけれども、ビジネスに関してはですね、あくまでも利益による成長、長期の借り入れはしない、これはですね実に徹底してました。後ほどちょっとご紹介しますけれども、こういう信念、経営哲学、ね、そして具体的に例えば長期借り入れはしないよ。でどうやって拡大していくかというと、新製品によって市場を拡大するんだ。でその新製品は新しい技術、どっか他の人がやってるような技術を追っかけない。誰か他の人が広げたマーケット、そこへ入っていってそのおこぼれを調達することはやらない。新しい技術で上がっていく。
で我々かなり大きくなってからもそういうその指標がちゃんとありました。ヴィンテージチャートっていうのがあってですね、最新3年間に開発された製品が売上の 50% を超えることっていうね、もうそういうふうな非常に厳しい条件があった、それを徹底的に守るということを徹底させられて、いろいろ指導を受けてました。要するにそれからそこの4番目にあらゆる面での妥協なき清廉潔白さ、これがですね、要するにオネストカンパニーであれということですよね。よく最近日本の大企業でもデータの偽装であるとかね、粉飾決算であるとかってことありますね。ああいうことは絶対にやらない。もう徹底的にオネストであれという、これはもう非常に内部監査が厳しくて、私も一回危うくクビになるところがありました。後ほどまたちょっと時間があれば触れますけれども、そういうことが徹底されている。それから従業員に対して、従業員を非常に大事にする、先ほどのような根底にある信念がある。でともかく社員に対する深い信頼、尊敬ね、そして大事なことはビジョンと成果の共有で、利益配分制なんても非常に早くからやってた。で我々合弁会社は日本でもこれ早くやりました。1966年だったかな、やってたのは。もうそのぐらいに始めてます、ね。それから、あとチームワークであるとか、職場環境、どんな企業にも負けない最高の職場環境を整える、これは最優先。そしてマネージャーの要するにビヘイビアとしてはこういうことを守ってやってくれる。 MBWA っていうのはマネジメントバイワンダリングアラウンド、これはマネジメントバイウォーキングアラウンドと我々言い換えてよく使ってます。とにかく歩き回れと、現場へ行け、現場は宝の山だ。これはもう私本当に骨身に染みて、先輩のマネージャー、特に創業者がやってくれました。でそれを見て、その背中を見ながら私も育てられてきましたので、これは徹底的にやってるつもりです。これはサイバーの仕事を引きしてもそれをやったつもりです。それからオープンドアポリシー、オープンで自由なコミュニケーション。よく最近はですね、お互いに呼び合うの、役職名で呼ぶのやめようなんて言って、こんなの今頃遅いよって僕らから言わせればそういう感じがする。もう最初からそうです。もう社長とかね、課長とかと呼ばない。だから今でも OB 会なんか行っても私のことはみんなもうニックネームあるいは名字で呼んでくれるんですね。だからともかく引退して辞めちゃったら役職関係ないっていうのがうちの考え方ですから、非常にその辺はもうオープンで、もう自由に何でもものが言える。それから MBO っていうのはマネジメントバイオブジェクティブ、これはですね、目標ははっきり与える。だから例えば営業だったら年間これだけのオーダーを取ってこい、これは義務です。厳しいです。だけどもそのやり方はもう一切任せる。どういうやり方って泥棒しちゃいけないですね、もちろんね。これはさっきのこのオネストカンパニーとの引っかからないですから。だけどもそこのところは創意工夫は任せる。これ研究開発もそうですね。目標を達成する、その道筋はその皆さんに任せます。アドバイスはいろいろします。相談にはいくらでも乗りますよっていう、こういう非常にオープンな、こういうこのビジネスの基本的な考え方、それから従業員に関する考え方、マネジメントに関して非常にこれ徹底してる。でこれをですね、すごいのはどういうことかっていうと、創業者、さっきのデーブ・パッカードとそれからビル・ヒューレット、それに横川正蔵さん、YHP の場合横川さんがやはりこの2人のアメリカ側の創業者と非常に仲が良くてですね、彼もこの新しいことを新しいマネジメントを勉強したいっていうんで自ら名乗って、この社長に乗って出てこられたんですけれども、そういうことも含めてこの3人の創業者がですね、全く一致してその HPUA の基本的な行動基準というのを実際に守って見せてくれている。でこれがものすごく大事だという気がするんですね。で綺麗な要するに哲学を書くことはね、誰でも書けるんですよ。だけどもそれをね徹底的に実行するってことは非常に難しい。だけどものすごく実行が徹底している。例えばですね、デーブ・パッカードさんっていうのはニクソン政権の時にある時期国防副長官をやったことがある、そのために3、4年要するにホワイトハウスに行ってた。でその間にですね HP はぐんぐん成長してる。それでやはり
お金がいる。それでね、その長期の借り入れをする計画を立てた。その立ててるところにパッカードさんが、ホワイトハウスから帰ってきた。それを覚えてます。私は最初建設をやって、建設終わってから営業の方へ出まして、営業で、業務課長をやってました。そこでですね、パッカードさんが指令が来たんですね。この長期の借り入れちょっと待て。で、全世界の在庫を徹底的に洗え。これはもうトップダウンの強烈な命令ですね。だから私にとってはその要するに業務課っていうのは HP から輸入品なんかボン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 輸入しますから滞留してるわけですよ。だから早くこれ鳴らさないとなんて、早くやっぱりお金にしなきゃいけない。キャッシュフローね。それをあの時期1900これは66年とかなんかその頃だったと思います。その頃そういう指示が飛んできた。で必死になって私もやっぱり在庫を整理しました。こうして全世界でそれをやったらですね、借金しなくて済んじゃったんだね。金額非常に大きな金額だった。覚えてませんけれども、それをやっぱり彼が先頭に立ってそれをやらした。これやっぱりすごい、そういうことが一つ一つある。何かの時にはいざになると日頃あんまり口出ししないんだけどもパンと出てきて、いわゆる基本的な哲学にそぐわないことに対してビシッとくる、ね、やはり例えば最近起きた日本でいろんな不祥事が起きてますけども、あれ聞いてましてね、それぞれ立派な会社ですからいい経営理念をお持ちになって書いてらっしゃるだろう。だけどもそれを実行本当にされてるかどうかってことをトップの人が見てないんじゃないかっていう、こういう気が私はしましたね。だからそういうことがで、それとですね、もう一つは実はこの時にその合弁会社ができたのが1964年東京オリンピックの年ですね。で東京オリンピックが終わった後、日本はすごい不況に陥ったんです。昭和40年不況、オーダーが来なくなっちゃったんです。でまたオーダーが来なくなったっていうのはね、この合弁会社は先ほど申しましたようにその高周波測定器、これは非常に製品力が強いですからよく買っていただけるんですよ。これでこれ石野さんのまた商売のやり方っていうのはめちゃくちゃでしてね、まるで日本の商慣習無視してやってるね。何かっていうとですね、一切値引きなし定価販売、ほんで30日の現金払い。前川さん実はうちのお得さんの会社にいらっしゃったんですが、聞いてみたらね、いやーお互い有名だったよね、散々憎まれ口叩いたよなんておっしゃってましたけれども、もうね購買から目の敵にされてましたね。ふざけんなと、ここは日本だぞ。あの頃はね手形がね台風手形っていうのはもうどうぞばかりとった210日サイトが210日、だからそれも当たり前なんですよ。そういうところ持ってきて現金で払ってくださいってとんでもない話。僕は業務課にいましてですね、業務課長としてよく政府に引っ張り出されてあちこち回ってね言い訳に行きました、だけどもね買ってもらえたんですよ。これ製品力ですよ。技術力がず抜けてたっていうこと。だからこれがやっぱり会社の基本ですよね、だからそういう会社、それでねその40年不況でもって、まだ生まれたばっかりの会社だったから大赤字になっちゃった。それでその時にアメリカの方から一人役員が派遣されてきてました、副社長。それがやっぱり本社のこといろいろやったんでしょう。ともかくこの会社は150人人員が多すぎる、すぐこれを何とかしようっていうね指令が飛んできた向こうから、それで例の横川正道さん、やっぱり責任ありますからね、もう今でも忘れませんけれども、大げさに言うと1日で頭が真っ白になったんじゃないかと思うぐらいいろいろ苦労される。それでですね330何人かでスタートしたんですね。そのうち200何人は横川電機から私もそうですけれども移ってきた。でそのうち114人をですね返さざるを得なかった。来たばっかりですよ。ものすごいバラ色の犬でかいでね、行くぞって来て横川正道さんを先頭にして、こうしたらね返さなきゃいけない。でこれ今でも忘れません。その頃いた人で残った人は本当に辛い思いした。涙のお別れパーティーっていうのはね、もう我々の仲間みんなそれを思い出すんですけども、社長も涙を流しながら繰り返す人たち一人一人握手をして食堂でもってパーティーをやって繰り返した。非常にきつかったですね。でそんな思いがあるんです。だからその時にやっぱり会社っていうのは絶対赤字にしちゃいけないんだということを痛切に感じた、
でそれはやっぱりそういう厳しいね決断をするっていうやっぱりトップのねやっぱりものすごさ、ああいう立派な経営哲学を持っててもやるときにはピシッとやるんだっていう、そこのところも嫌ってことに見せられてるね。ところがですね、我々その残った連中、我々より上の人たちがかなり大量に向こうへ帰っちゃった。だから我々非常に若手だったんですけども、まだ30代30ちょうどぐらいですよね。もういろんな大きな仕事をどんどん任せざるを得なくなった。だから嫌でもね、そういう仕事を覚えざるを得なかった。もういろんなことをやっぱりやりました、業務でも、だからそういうことで鍛えられて、で割合早く立ち直ったんですね、で立ち直って、その結果としてちょうどこの頃っていうのはやはりアメリカに学ぶっていうフェーズですよね、我々としては。防衛戦を作って技術的にもそうです。製品を開発する能力においても向こうから学ぶことは非常に多かった、それからマネージメントについても非常に多かったですね。でもういろんなことをやってもう向こうのやり方、今もお話ししたように経営者の徹底した HPA の率先実行、こういうことはやっぱり率先実行しなきゃダメなんだということを嫌ってことを見せつけられた。もう一つびっくりしたのはですね、マーケティングということの考え方が日本と少なくとも我々がその頃理解してたマーケティングと違うんですね。で HP にはですね、マーケティングが2つ部門がありました。一つはですね、ファクトリーマーケティングっていうのは、これ何かっていうと開発部門とくっついてるんですね。で開発責任はそれぞれいろんな工場が持ってるわけですね。でそこの開発部門に本当にくっついてマーケティングってファクトリーマーケティングっていうのは、それからもう一つはですね、セールスについてるフィールドマーケティングっていうのがある。でこのファクトリーマーケティングってのは何するところかっていうと、要するに本当にマーケットのニーズは何なんだと、競合がどういうふうな今その強みを持っているのか、そういうことを全部調べ上げて、で開発にそれを反映させる。それから新製品が出た時にはそれをフィールドに持っていって徹底的にフィールドを教育をする。でお客さんを回る。そういうことを要するに仕事としているマーケティング。それからフィールドの方のマーケティングってのは、これはセールスプロモーションです。展示会をやります、広告を打ちます、ね、そういうことをやる。はっきり分けてる。で当時の日本の会社っていうのはそのマーケティングってはっきりしてないですよね。マーケティングって言ったら広告宣伝だと思ってる人が非常に多かった。だから PR っていうコンセプトもまだはっきりしなかったね。PR っていうのはパブリックリレーションで、会社っていうのはその企業といろんな要するにステークホルダー、今でいうステークホルダーがある。そことの関係を常にベストの状態に保たないと存在できない。だからそこを維持するのが、これがPR、パブリックリレーション。PR っていうともう一般的に広告宣伝だと思うじゃないですか。だからそういう違いっていうのを嫌ってことを勉強させられた。で結局ですね、この厳格なこの売掛管理と在庫管理、厳しい支払い条件、とんでもない支払い条件なんだけども、それが当たり前なんだ。事業をやるからにはやっぱりそれなきゃいけないと、ね、それを押し通しました、我々は。だからセールス大変だったと思いますね。だけどそれでもってね、非常に会社の要するに底力がついた気がしますね。でそういったふうにですから、それ以降ですね、私も経理の細かいことよく分かりませんけれども、ともかくその売掛金とですね、在庫、これはもう徹底的にきちんと見て絞っていかなきゃダメだな。で売掛金の回転期間がですね、ずっと平均して HP の場合は45日、大体そのぐらいで回ってました。やっぱりこれは日本の企業の中で抜群にいいですよね。だからそれを実現させたのはやっぱり在庫を徹底的にやはりも叩いたということと、売掛金をお客さんから叱られながら、だけどお客さんも分かっていただけで、だんだんやはり日本の企業も支払い条件を短縮するようになってこられたんですね。だそういうことがありました。それからあと1966年、さっき言ったように65年に泣く泣くみんなとまた送り返して、不安年金に奇跡をして、その時の辛さっていうのはやっと身に染みたんですが、66年には HPA の留学制度っていうのができるようになったし、68年には利益配分制度、これはですね、例えばその
ボーナスの時期、年2回ですね、その時の決算の月次決算ずっとやってますから、で営業利益の12% というのを別出しにして、それをファンドにして利益配分する。組合との協定でボーナスは何ヶ月っていうのはちゃんと決めますけれども、それプラスだから利益が出た場合にはその営業利益の 12% をファンドとして、それをみんなに利益の配分として配りますよ。だから毎月の成績を必ず従業員全部集めて報告する社長が、そうすると営業利益はいくらって言うとみんなこうななんですよ。これ何ヶ月分ぐらい出そうだな、車が買えるなとかね。やっぱりね、これいいモチベーションですよね。だからさっきその HPA の中にあったシェアする成果をみんなで共有するっていう、こういう形でもってこの時期から早くからやってた。でこれやっぱりね、素晴らしいことだと思いますね。それからこれちょっと時期は遅れますけれども、フレックスタイムの制度の導入が1977年、それからタイムカードによる勤怠管理をやめちゃったっていうのも1977年。今しきりにその新しい働き方改革っていうんでやってます、揉めてますね、国会でね。今頃何言ってるのっていう感じが私はします、はっきり言って。議論を聞いてるとね、議論の的がちょっとずれてるんじゃないの、ね、でやっぱりある意味言うとね、残業代なしでもってね、やたら締め上げるっていうふうな感覚で見てるけど、そうじゃないですよ。うちらやったのはちゃんとその分を乗っけてね、それで裁量労働制やる。であとは自分で決めなさい。だからうちの会社に来てね、古い社員でも聞いてくださいと。そうすればね、あんな問題もっともっと明快に説明ができると思うんですがね。ここに増田さんなんかうちのあれですよ、人事でもって長年苦労してますから、非常にその辺が詳しいね。そうだよなそんなことがありました。社員持ち株制度も84年にはやった。でこういうのはやっぱり HP をどんどんやったものをどんどん我々も取り入れていったということですね。でこれが最初の10年ぐらいでした。でその10年でやっぱり非常にその辛い思いをしたわけですね。赤字になって、大事に一緒になってその八王子へ移って、それで大きな立派な会社を作ろうよと言って出てきた仲間をですね、もう即座に今度は返さなきゃならなかった。こんなに辛いことはなかったですね、本当に。で、これがやっぱり最初の10年で、そこで10年経ったところで一応会社として手を成してきた。それで横川正道さんが今度は横川電機に変えられて、それで向こうのやっぱり副社長、それからいずれは社長になられたわけですけれども、社長交代が1974年にありました。でこの社長交代1974年で、実は私もその時に営業から本社の方に戻って総務部長で戻ってましたけれども、取締役に一緒に任じられまして、新しい社長とコンビを組んでいろんなことをやったんですけれども、この時はですね、実は皆さんご記憶あるかと思いますけれども、第一次オイルショック、ひどかったですね。店頭からトイレットペーパーが全部なくなった時です、本当になくなっちゃったんだね、あれね。で要するに第4次の中東戦争だったですよね、あれはね。それでもって第一次オイルショックが、産油国が全部石油の輸出を止めちゃった。もう大変なで狂乱物価でもってバンバンもう物価が上がった。で時私は新社長のサポートして、総務部長から上がってきたことだったですから、組合との窓口をってやっておりました。で賃上げの要求が来たんですね。でもうそれをですね、どうするか、やっぱりもう少し 20% を超える賃上げの要求が確かに来ました。で物価は 20% 超えてましたからね、あったのはもうひどかったですよ。で社長と相談しましてですね、この際ね、上げちゃおうと、いうことで、やはりその HPUA の一つの信念として社員を大事にする。要するに社員を大事にして社員がモチベーション上がらないと会社っていうのは存続できない、そういうことですから、やろう、そうしよう。その代わりって言っちゃなんだけれども、僕はぜひですね、一つその回答文の中に情報を入れる。何かっていうと、これ今回は緊急事態である、だから今回はこの社員の方が従業員の方が緊急事態だ、社員のやっぱり生活を守らなきゃいけないから、
この要求ほとんど飲みます。 20% ぐらい上げたと思いますけれども、ただし緊急事態というのはこれから先両方にありますよ。従業員側にもあるし会社側にもある。その時はお互い緊急事態を認識して協力し合いましょう。回答文の中にそれを入れたんです。これ入れといてよかったんですね。後から何度もやはりね、そういう緊急事態に近い状況がありましたよ、でやはり労使の関係の協調関係が崩れなかった。でやっぱりこういういろんな人を大事にした策を打ってます、日頃からね。それから今言ったことで、あの時の狂乱物価もそれで逃げた。あの時のですね、第一次オイルショックっていうのは割合早く日本立ち直ったですね、そういうことがあった。でこの時ですね、ここに書いてありますから、全門の虎、黄門の狼っていうのが書いてある。これ何かっていうとですね、HP からお目付け役の役員が来てるんですよ。で私取締役になって社長室のすぐ外側のところに席を持って、その後ろにですね、向こうから HP から来てる副社長が座ってるんですよね、ここね、こんな関取みたいな、本当になんとか部屋みたいなでっかいのがいて、これねじっと私の行動を見てるわけですよ。で組合との交渉っていうのは皆さんもご経験があるだろうと思うんだけれども、やはりね最後のあたりになると落としどころをどの辺にするかっていうね、この辺のところは非常に難しいですよね。だから社長室のとね小さな会議室があって、そこへ組合の幹部と一緒に入っちゃうですね、ごそごそね感触を探るわけです、でそこから出てくる。それをですね、そのお目付け役がこうやって睨んでるわけですね。これでね、とうとう言いました、浩太に、お前は会社を売っとるんじゃないかっていうね。それでね、アメリカ人はね、やっぱり組合ってのは悪なんですね。日本と違いますね。日本は大体企業組合でしょ。アメリカの場合はね、職種別組合横断ですよね。で非常にやっぱり強烈なストを打ったりする。だけども HP にはね、あれだけにその従業員に対していい手当てをしてますから、組合はもう元々ない。それみんな満足してる。だからそういう環境で育ってきたその赤鬼のおじさんはですね、私はきっとこれはね、組合に会社を売っとるに違いないと思ったらしい。でね、もう交渉でややこしくてやってるので、帰ってきたらこの赤鬼がいてあんなこと言われたらたまらないから、でね、しょうがないからね、彼をね、八王子の夜の街に引っ張り出すことにした。赤ちょうちんね、これ3日3晩続けました、それで行ってですね、一回飲みながらね、いや実はこういうふうに日本の労働組合っていうのはこういうふうな、要するに労使協調が大型のあれで、俺がやってるのはこういうことだ。その時にですね、この言葉だけは覚えさせなきゃいけないなと思ったら、下駄を預けるっていう言葉とね、それから根回し、根回しはね、あれは分かるんでね、植木なんかをこう動かす時にこう周りプロテクトしてあれ巻いてこう移すじゃないですか。あれだ、分かる分かる、そうか、下駄を預けるって何て言えばいいのかなと思って考えました。私は英語はもう本当にダメでしてね、もう英語やな英語でもうデタラメな英語を使ってやったんですけど、まあそれはかえってよかったかと思うんだけれども、言いました。これ名役だと思ったんですよね。Leave your sandal to me って言ったんですよね。What is that? なんだそれはってもうそう言いますよね。でね、さあてな、なんて言えばいいの、しょうがない、トラストミーだね、トラストミー、あんたと俺とは同じ側に立ってんだよ。同じ側っていうのみんなね、同じ釜の飯を食ってる。要するに会社が潰れたら組合も俺たちないんだ。だから同じなんだ。だからやっぱりトラストしてくれと、あんたには交渉の結果を全部報告するから、そしたら、そうか、それを3日目が、ね、何やったかっていうと、居酒屋へ行ってね、飲みながらね、結局ね、どんな話したかっていうとね、ことわざね、日本のことわざとアメリカのことわざをね、こうぶつけ合ってみたんですよ。面白いですね。大概のことは同じことなんかあるんですよ、そういうことわざが。忘れちゃいましたけどね。だからね、それはね、楽しくてね、とうとう3日続けてね、そんな話ばっかりしてて、おあるねとかなってね、すっかり仲良くなって理解してくれる。そして彼最後の晩にね言ってくれたのはね、分かったと、お前のやってることはね、俺トラストではできなくて悪かった、申し訳ない。これからはね、海の向こうの方に俺が全部ちゃんと解説して、報告するから心配するなと。じゃああんたには俺交渉があるためにちゃんと報告するから、楽になりましたね。
でもうそれがね本当になんて言うんでしょう、日米の一つの文化の違いっていうかね、そういうのを感じた一つだったんですけれども、やっぱり話せばねお互い分かってくるんですよね。でやっぱり英語の問題っていうのは確かにそれでね、下駄を預けろっていうのは後からいろいろ調べてみました。そしたらね、僕の言ったその言葉とはあんまり違うのよね。なんつったっけな、要するにね、leave this matter、 この一件をね、leave this matter in hand of somebody、 だから in hand of myself とかね、要するに私の手の中にそれを任せてくれ、こういう言い方があるんだっていうのはね分かりましたけどね。それをあと使う機会はなかったんですけどもleave this matter in somebody's、 例えばミスター・マイカーの手の中、ハンド、インハンドとかね、そういう言い方をする、一つ英語を覚えましたね、その時ね、振り返ってみると面白かったんですけども、そういうことがありました。で、それでここに日本に学ぶ1970年から80年代、これは実はですね、皆さんもよく覚えてらっしゃると思うんですけども、1970年代から80年代、いわゆる日米の貿易摩擦がものすごく過熱しましたね。鉄鋼であるとか自動車であるとか半導体であるとか、でお助け隊の皆さん方はもう大きな会社にいらっしゃった方がほとんどですから、それぞれやはりそういう目標があるだろうと思いますけれども、日本の品質が圧倒的に良くなっている、でそれが押しまくったもんだから、もうアメリカの方がひいこら言って、で自動車のですねジャパンバッシングが起こりましたね。なんかハンマーで持って自動車を叩き潰すっていうことまでやった。で特に半導体のやっぱり品質がものすごく差があるということが分かった。これはですね、 HP がその当時日本の半導体あれですね、メモリー、これをね一番たくさん買ってましたね、ビッゲスト要するにバイヤーだった。である時ね、向こうの公聴会に、議会の公聴会に、その HP の僕はちょうどその頃コンピューター事業部の事業部長をやってましたけれども、コンピューター事業部、 HP のコンピューター事業部がたくさん半導体のメモリ買ってるわけで、そのね品質データをですね公聴会行ってバーッとね出したんです。こうしたらねみんなびっくりしちゃったのね。もうともかくもう2桁ぐらい品質のデータが違う。日本の半導体の方が圧倒的に品質がいい。これはもうデータでものをねだもんだからみんなびっくりしちゃって、もうそれ以来ですね、やっぱこれはどうも大変だっていうことになって、じゃあなぜそうなのかっていうことで、いろいろやはり向こうも勉強し始めた。で当時レーガン大統領になってて、レーガン大統領の諮問機関として、競争力強化委員会だったかな、産業競争力強化委員会っていう委員会ができて、でそこのですね委員長に当時のHP の社長のジョン・ヤングっていう人がなってたんですね。でこの人は後々1987年に85年にヤングレポートっていうのを出すんですけれども、でこの人がやっぱり問題はですね大変だっていうことになって、でちょうどその頃日本側では何をやったかっていうと、TQC で、これがちょうど例の第一オイルショックをなんとか切り抜けた直後で、新しく変わったこれは笹岡さんっていう僕の前の代の社長さんですけれども、この方がですねもう徹底的に品質の改良をやろうというのは、私が担当していたコンピューター事業部、これはほとんどがですね向こうからアメリカからノックダウンするためにアセンブリを輸入してくる。でこれの品質が非常に悪い。でいくらその検査をして達しても、これは要するにプロセスが安定してないと出てから必ず起きますよね、問題がね。それはものの見事に起こるんですよ。ものの見事になったら大変だけどもね。これで私はもうともかくコンピューター事業部長としてはもうその品質トラブルの火消しをもうかけずになる。これは逆にいい勉強になりましたけれども、もともとそういうそのバックグラウンドありませんからね、勉強になったんだけれども、そういうことが起きてて、でそれでその前工程にそいつをフィードバックをして改善しなきゃいけない。だから前工程にいろいろフィードバックをかけるんだけれども、フィードバックをかけている人たちが大谷さん HP が何にも動いてくれませんよ、こういう口がしょっちゅう来る、ね、でよくよく調べてみると、こっちから送り返してるその
レポートがですね、これじゃあ俺分からねえな、英語でなんかいろいろ書き出さなきゃいけない。これはね、現場の例えば会長さんあたり一生懸命書いてくれるだから文句言えませんよね。まあね、やっぱりね、我々マネジメントとしてこうなんとかしてあげなきゃいけない。だからそういうその英語で書かなくても済むようなそういうフォーマットをやっぱり作ってあげる。でそこにデータを入れ、あるいは写真でね、ものを入れる。でじゃあ写真撮るんだったらポラロイドカメラを買ってやるからこれ使える、すぐ書いて、でそういう形に直した、ね、それからもう一つはその笹岡さんという社長がこれすごい人で、ともかく TQC でも徹底的に会社を叩き直すという宣言をし、 TQC 宣言っていうのをやって TQC をみんなで勉強始める。で小谷お前ちょっと日華議連のセミナーにですね、たまに行って勉強してこい、送り込まれて、なんだかわかんないけれどもですね、QC7 つ道具だとかいろんなのを勉強して帰ってきて、やっぱり日本はすごいなと思うんですよね。でその前にね QC 診断を受けたんですよ、日華議連で、ね、HP とやってるからね、どうだすごいだろうっていう感じ、実のところそういうね気があって、日華議連の先生方たくさん来られて、こうプレゼンテーションしたらもうボロクソに言われて、でね、これ何かっていうと、例えばね、プリント版のハンダディップつけますね。プリント版でたくさんこうハンダするとこあるじゃないですか。あれを流す工程、あそこの工程品質、我々パーセンテージでね、うちの会社はこのプリント版を作らなきゃならないのは我が社の自社開発の製品、僕ら担当してるところじゃない方なんだけども、もうそこのねハンダディップ工程のね、その管理の指標がパーセントでやってるって言われて、先生たちからもうボロクソに言われる、お前らまだそんなことやってるのかと、日本はみんな PPM だと。 PPM って言うと僕は PPM って何だか分からなかったらね、パーセントパーミリオンですか、そのぐらいの微細なデータを取って見てる、これでねみんなやっぱりちょっとショック受けましたね。それで社長がまたね、その TQC 宣言をやって、これやる、勉強しろ、これで必死になってね、それからもうこれまたもう本当に一丸となってやりました、でそのうちね、そのハンダ工程のね、あれがね、ものの見事にね PPM のレベルがバーンと改善されたんですよ。これはね、相当関係ない我々コンピューターの方を勇気づけられましてね、やればできるじゃないか、これでまたみんな必死になってもらえた、これで我々がそのやったのはフィードバックをかける、さっき言ったようにやり方を、その書き方を変える、それからもう一つは私なんかもどんどん行きました、アメリカの方で、対面のそのジェネラルマネージャーなんかにこういうことをやってるんだ、でそのプロセスをねちゃんと感知してくれという。だからもう一つすごいのはですね、その当時の笹岡さんという社長が QC アンギャっていうのをねやられたんですよ。でこれはね、もうともかくもう100回を超えるぐらい回られたと思いますけどね、もうね、ともかく向こうのトップ、それこそジョン・ヤングってさっき言いましたけど、レーガン政権のその委員会の委員長をやってる、その人のところなんかもしょっちゅう行って啓蒙をする、それからみたいなこっちでやってることを全部報告する、それから我々も QC サークルのね優勝した連中を向こうへ送り込むとか、 QC サークルをどんどん向こうでプレゼンテーションで向こうも面白がって乗ってきたりするんですけれども、この辺ちょっとね QC サークルになるとアメリカと日本とねちょっとノリが違う、これはやっぱりカルチャーの違いがあるなと思ったんですけれども、であとは今度はマネージャーレベルの改善活動のその交換をやるとかね、それからジョイントプロジェクトをやるとかって、そういうことを散々やりました。でそれでもって向こうはだんだんやはり意識が変わってくるということがあった、それでついにそのジョン・ヤングがですね、ともかくHP もね、HP がこの YHP がやったこの TQC これを取り入れようということで、号令かけた。それでこれから10年の間に今の HP のフィールドで起こるこのフェイリアレート、トラブルの率を10分の1に下げるぞという大号令が出た。でびっくりしたのはね、アメリカっていうのはトップがそういう命令を下すと動くんだよね。日本はね下から積み上げてる、部分最適から始まって、だから QC サークルのレベルが圧倒的に日本強いですね。でうちはパートさんたくさんお願いしてやっていただいてるけどね、QC サークル大会やるとパートさんのチームがどんどん優勝するんですよ、で我々ご褒美にね優勝したチームはアメリカへ送り込んだりするんだけど、パートさんのチームは何回か行ってる、ね、それで向こうでプレゼンテーションすると向こうはもうウェルカムドっていう文化なんだけど、なかなか向こうはねそういうラインのところが動かない。で日本は
要するにシンキングワーカーですよね。でシンキングワーカーで、例えばパートさんであり一線の正社員が、そういう人たちが、ね、どんどん自分たちでアイデアを出して改善をして、でそれで製造のマニュアルを自分たちで直していく、製造技術の人たちの力を借りながら、だからどんどんなっていって、で自分たちで直すから、よく実際にやる作業もきちんとやる。ところがアメリカの場合はですね、そういうマニュアルを書くのはプロフェッショナルでやる、エリートが。だっていろんなメキシカンがいるしね、ベトナミーズがいるし、いろんな人がいて、教育レベルがみんな違うわけでしょ。だから日本みたいにうまくいかないんですよ、だからそういうことでもってなかなか進まない。その代わり社長が一旦命令を下すと、必要なところにドーンとね、そういうエリート軍団を叩き込む。そうするとやっぱりすごいのができてきますね。で見てて気がついたのはですね、その時に我々としてはここにあるように、海を越えた TQC っていうその一つのスローガンを我々はコンピューター事業部が抱えて、で向こうを動かすとやったわけですね。これでそういうその社長の号令から動き出すとですね、ダーッとことが動くんですよ。これでびっくりするとかね、なんか TQC って言ったので TQM、向こうで TQM にそれが変容して、TQM っていうのはもっともっとマネジメントベースでもってものを見よう、広々、そしてその中にですね、もっと戦略的な思考を入れてくるっていう、ね、でトップダウンでやっぱり戦略思考が非常に強くなって、で TQC を向こうへ放り投げたら TQM が返ってきたんですね。でやっぱこれは素晴らしいっていうんで、我々として TQM をまた取り入れました。だから太平洋を越えてね、こっちから投げたボールが行ったり来たりして、でその最後の締めくくりは何かって、我々デミング賞を取りました、1982年にね。これで向こうも非常に喜んでくれて、最後の日はすごくよく協力をしてくれた、ね、で今度はその例のジョン・ヤングがレポートを書いて、ヤングレポートっていうのを書いた。その中にやっぱり品質に関しての項目が一つありました。我々はプロセスを非常に軽視しすぎていた。日本の要するに品質保証っていうのはプロセスで品質保証するというやり方ですよね。でアメリカのそれまでのやり方は検査で品質保証する。だから日本の場合、プロセスを安定させていくと検査工程がどんどんいらなくなってくる。だからそれはコストダウンにもすぐつながるということですよね。だからそういうサイクル、やっぱりプロセスを見なきゃいけないんだっていうことを、やはりアメリカも気がついている。それでもってそういうヤングレポートが出た。それで今度はレーガンさんも動きまして、で何年か後に、マルコム・ボルトリッジ賞っていう賞を作ったんですね。でこれはですね、やっぱり大統領が与える賞ね。でこれは日本のデミング賞とはやはり同じようなものです。だけども視点はちょっと違って、今言ったようにいわゆるマネジメント的な視点と、それから戦略性がどれだけ取り込まれているかというところを評価をする。これで多くのアメリカの企業がどんどんそれを取ってます。それから我々がデミング賞を取ったということで、HP の紹介でもゾロゾロに来ましたよ。だから我々も必死になって、やっぱりそういうもうフロリダ電力なんてあんまり関係ないところから来るんですよね。それも一生懸命またね説明してPR しましたけれども、そんなことがありまして、それがですね日本に学ぶってことですよね。で結果として日本は気がついたのは部分最適から物事を積み上げている、ね、アメリカはどうかっていうと全体最適、しかも戦略性が非常に強い。これは今見てて悔しいけど、その辺は差がありますね。アメリカはなんかまずいわゆるビジネスモデル作るのがうまいじゃないですか、あれはやっぱりね全体見てるわけですよね、そして戦略、必ず基本戦略、戦争やってもそうだね、だからね、そういうことっていうのがあるんだけれども、少なくとも我々は日本からこの TQC っていうものをとことん勉強して、デミング賞を取ることによってアメリカを動かすことができた、ね、そういうふうなことがありました。これがこの日本に学ぶというところになるわけです。それからその次のフェーズは何かというと、いよいよ IHP をグローバルな会社にしていくということなんですが、これ実はですね、私ある時期香港に駐在をいたしました。これは今のデミング賞を取った後、また営業に帰りまして、
営業でですね、営業はコンピューターとそれから計測器、これ大きな柱が2本あった。でその他に電子部品であるとか、ケミカルアナリシスであるとか、それからメディカルエレクトロニクスっていうこういう分子のビジネスがあった。でこの3つの事業部を持たされまして、そこの一番ちょっと力を入れたのがメディカルだったんですね。というのは私がちょうど営業へまた出ていった時に、実はケミカルアナリシスのビジネスっていうのは親会社の横川電機の方にちょっと渡そうやということで、実はもう人の移動まで決まってまして、それを云々することはできなかったんですね。でやっぱりその該当する事業部の人たちというのは非常にやはりショックを受けたんですね。で次は今度はメディカルだということで、有名なアメリカ系のコンサルティング会社が絡んでまして、それでそこに有名な日本人のコンサルタントがいまして、その人がですねいろいろやって今度のメディカルの場になる、もう有名になった。でその時にちょっと僕はね、社長、私の場合社長副社長だったですから、ちょっとすみません時間ください言うんで、そのメディカルについてはまたこの MBW ね、WA マネジメントバイウォーキングアラウンド、まずお客さんを回ってみよう。でそれもですね、実際メディカル担当している仲間からいろいろ話を聞くとエクスキューズになるから非常に業績が落ちてたんですね。で自分の目と耳で乗って聞いてこようって言うんでドクターのところ歩き回りました。ではっきりした理由が分かったんです。2つ、1つはね、やっぱりね、購買ドクターは全部うちの品物を買いたいって言ってくれるんだけども、その頃日本の病院がほとんどみんな赤字になっちゃったもんだから、もう要するに購買がですね、値引きもしない会社から買ってくれない。最近は国産品が良くなってきたからね、もうそっちでなんとか我慢するよってドクターが言って買ってくれました。もう一つはやっぱりスペシャルをね、何もやってくれないって標準品ばっかり、それはうちの徹底したやり方だったんですけどもね。でそれを見て、じゃあそうかと分かった。じゃあその値引きについてはね、ちょうど例の固定、為替相場から変動制に変わった後だったんですね。で要するに円高になりましたから、これは輸入品を売る方が非常に強いわけですよ、だからどんどん我々としてオネストカンパニーだから定価を下げる、定価をガンガン下げていった。ところが購買の方っていうのはその定価を下げたってことについてあんまり喜んでくれなくてですね、やっぱり購買のその成果として何がしかのやっぱり値引きが欲しい。その頃実はね、メディカルの世界ってひどかった。半年8月2割引きっていう、半年8月2割引きって言ったらどのぐらいになります？定価の30何%ですよね。だからよほど定価の付き方おかしいんだよね、これはね。そういう商売が判断してた。で我々が判断して定価で、だからしょうがないからね、じゃあその定価、メディカルの製品について定価を下げ方をちょっと販売して、わずかだけども値引きを、理屈の立った値引きがある。それは何かというと、例えばペイメントディスカウントであるとかね、ボリュームディスカウントであるとか、これほんの数%やることです。もう一つスペシャルは僕は何年かコンピュータービジネスを担当しました。やっぱりここもですね、特殊をやめて標準品のセールスに変えて伸びたんですけど、やっぱりね、みんなこれ特別なことをやってくれって言うけど、実際はいくつかあるオプションでもってほとんどが解決できるずっと分かってましたから。でそのメディカルの中の元サービス部長をやってた人に「おいお前ちょっと死んでくれ」と言って、その特別のそういうなんて言うんでしょう、ペーシェントデータマネジメントシステムですね、患者さんのデータマネジメントするシステムで、HP はもうその頃ミリコンもやってましたし、ビジネスコンピューターも始めてましたから、でコンピューターはもちろん使えるんで、それを使って一つ標準的なのを作ってくれやと、で HP に頼んで向こうの本部からですね、向こうのマネージャー一人よこしてもらって、そういう仕事をやってた。でそれと彼とで乗って、あとシステムエンジニア一人つけて、そういう舞台を作って、一応これスペシャルやるよってことにして、それでセールスに行ったら「本当に値引きしていいんですか?」とか「スペシャルやっていいんですか?」って「いいよ、俺いいって言うのがいいんだ」って。でこれが実はですね HP の監査に引っかかった、さっきの話で、そこはね、前者のやり方と違うことやっとる。
これでね、いやだからそれはね、これはもう日本の商売はね、初め端書きにやるべきだと、そういうのに対抗しようと思ったら、こういうことやられればローカリゼーションだと言ったんですね。だからね、最低の評価がビローアクセプタブル、とても容認できないで、これつけられるとね、もうマネージャー生命ないんですよ、普通は。で、社長まで行っちゃうの、それで社長まで行っちゃったんですね、向こうの本社のチョンヤング。そしたらね、今度はその僕のメディカルエレクトロニクスの事業部の本部長が向こうにいるんだけど、そいつがね、そいつはもうよくコミュニケーションしながらこういうことやるよってやる。で、一気にもう業績回復してきましたから、何やったんだっていうか、こうこうだって言ったら、そうか、心配するんだと、俺がじゃあジャパンホワイトペーパーっていうのを書いてやるから、でね、スタッフはせめて書いてくれた。じゃあお墨付きですよね。そうするとね、許してもらえるんですよ。で、首がつながった。で、実はそういうことがあって、今度はこのメディカルの方からね、1988年のこれはゴールデンウィークの時に我が家に電話がかかってきました。今度実は組織を変えると、世界を3つに分ける、メディカルだけが。他のところは全部まだ日本っていうのは特別だっていうんでね、別出しになってた。ところがメディカルだけはもう地球を縦に3つになる。で、要するにヨーロッパと、それからアジア太平洋、これはもう要するに日本も入れる。それから南米アメリカ。で、このアジア太平洋のジェネラルマネージャーやってくんねえかって言われて、いきなりの話だったんですけどもね、ちょっと面白いなと思って、それで分かったと、ちょっと考えさせてくれ。それでその例の笹岡さんっていう僕の上司だったですね、社長、TQC を引っ張ってくれた。で、その人に相談したんです。こういう話が来たんですけど、どうでしょうか。こうちゃん、お前やりたいかっていう、やってみたいと思います。そうかと、じゃあ2年お暇やるから行ってこいって言ってましたね。2年ですよ。2年じゃなかなか成果上がらないんだよね。だけどまあ、行かねえよりはいいだろうと思っていくことにして、今度あとうちの両親がかなり年取ってます。兄貴がちょっと九州の方にいたもんですから、で兄貴の相談したら、いいよ、もう行ってこいって言ってこいったって、親父の方どうするのって、なんとかするからって言ってね、で行かせてもらうことにして、で行って、それがこれです。この担当地域はこれだけのところですよね。日本、韓国で、日本、今までは日本が外れてたで、極東地域っていうテリトリーがあったんだけど、日本が入って、日本が圧倒的に多かったんですよね、やっぱり半分ぐらい占めてました。で、こういうテリトリー、これ広いですよね。これでね、行ってで行く時にそのスローガンとしてこっちからもう考えて持ってった一言、エジアパシフィカイゼーション、これはローカリゼーションのジャパナイゼーションと同じですよ。だから HP の本部からの指令通りに動くんじゃなくて、アジア太平洋のマーケットの実情に応じてそれに対応したやり方でやろうだ。それについての責任を俺が全部持つ、いう意味です。アジアパシフィカイゼーションで、こんな英語ないですよね。みんなも使ってないから、みんなね、これ面白がってね、これ式に使って最後帰ってくる時なんかそれなんかこうプレートにしてくれてもらいました。今でも大事に残してますけどね、アジアパシフィカイゼーションでやる。これで徹底してね MBWA でやりました。で広いですから大変だったんですけどね。でともかくね、まず行ってね、何言ったらってマネージャー会議やったらシンガポールに集めて、それでなんか日本からねビッグガイが来るらしいって噂だったんですね。日本人の評判良くなかったんですよ、その頃ってのは。もうともかくね、もうバブルの頃でね、ともかくもう爆買いをしてるんです。だから今いろいろ中国から来るお客さんのこと言ってますけどね、同じことを日本人がやってるっていうよりも、日本人がやってたのと同じことを中国人がやってる、ね、評判良くなかったね。だからそこ僕が言った人、日本人は香港私一人だけですよ、そのメディカルでは。これでシンガポールでマネージャー会でやって、俺が2年しか任期がねえと。その間にね、ビジネス 1.5 倍にしようと思ったら何したらいいか、どういう投資をしたらいいか言ってくれ。でそれは8月ぐらい行った時にそれから12月にまたミーティングやるから、その時まで全部それ調べて大手で正式に赴任したのは11月、うちは11月から年度が始まるんですね。行って会議やったら出ましたね、どんどんで、その頃ね、中国今非常に大きくなりました。でこれやっぱり鄧小平が例の
非常に改革開放をやった結果としてあれだけ非常にビジネスが伸びた、経済が伸びたんですけどもね。でその頃はまだ人民服ですよ、1988年で。その時中国から出てきた要求は何かって言ったら、国産化をしたいっていうのはね、当時の昔の日本と同じですよ。外貨がないから輸出して稼ぐ会社には外貨を割り当ててあげる、ね、だからそのために国産化をしてそれを輸出をしたい。そうかと分かった、もう一つ出たのはね、これインドから出ましたね。インドからはね、ともかくね、それまで代理店をずっと使ってた。代理店が言うこと聞かないと困ったのね、それでそのインドからはインドの販売を要するにダイレクトにしてくれということが分かった。それからあとね、今度はデモセンター、お客さんを連れてきてデモするところを作ってくれ、それが分かった。オーバーするで、そういう依頼がありました。それはね、全部やりました、結果として。だからデモセンターは日本とそれからシンガポールに置きました。だから中国は合弁会社を作りました、ね、だからインドもその代理店を叩き切って、で直販の部隊をリクルートして作りました。そんなことでやって、であと人材育成ですね。これがやっぱり非常に大事で、その時に非常に若手でですね、中国系の人、これ優秀ですね、台湾のカントリーマネージャーやってたのと、それから中国のマネージャーやった、中国のマネージャーやったのは、中国行った時に、アジア太平洋行った時にびっくりしたのは、例の文化大革命でもってある年代層がボコッと抜けてるんですよ。だからマネージャーの適任者がいない。だからしょうがないから中国はですね、シンガポーリアンで中国系の人をそこに持ってきてもらって、これがもう大変な侍でできるんですね。でこの2人に目をつけて、それから私のすぐ直下に、私あの時55歳で行きました。そしたら犬年ですけれども、一回り下の犬年のアメリカ人が極東のマネージャーやってた。だからそれからまたずっと下で35歳ぐらいのが今の2人がそうで、この2人優秀できれば日本人もいないかなと思ったけど、残念ながらああいう非常にごたごたしたところで鍛えられてる連中の方がね、インターナショナル的にははるかに強いんです。申し訳ないけど、スペシャリストとしてはね、中にいろんなレベルの高いのが日本もいました。それを全部使いました。でその2人を徹底的に叩いて、それで要するに養成して、それからキーのマネージャーにはですね、日本も含めて全部デュアルリスポンシビリティを持たせた。例えばその中国担当したやつは、いわゆるセールスの、セールスピープルのトレーニング、この責任を全アジア太平洋地区についてお前持ってくれ、ね、それから日本でその例のスペシャルをやったそれについては、今度はもう全アジア太平洋地域のそういうシステムソリューションをお前やってくれ。多分みんなやっぱり思いましたよね、非常にモチベーション上がって、やってくれた。そんなことで、その時起きたのがですね、天安門事件っていうのは皆さん覚えてらっしゃるかと思いましたけども、89年の6月4日、天安門でもって、学生がものすごく自由化を求めてやってた。それに対してついに鄧小平が人民解放軍を出して、流血の大惨事。日本のメディアはね、ああいう流血の大惨事っていうのは新聞なんかでも載せないでしょ。香港にいると香港のメディアはもうそのままですよ。実況中継みたいにテレビでやってる。もう戦車が出てきて、もうそこに本当に悲惨な状況が起きてる。それから新聞を開けると真っ赤な血が出たりね、そういう見方だから、嫌でもそういうその危機感っていうのはね、持つわけです。それからそういう何かあった時にこういうことが起こるんだ。で日本はね、そういうこと見せないから、非常にね、よく平和ボケって言われるのは僕はね、当然だと。もっとメディアがね、真実を流すべきじゃないか、ね、ああいう本当に全体主義国家がね、一体どういうことをするのか、一国二制度、ね、なんて言って、だから香港の人たちはね、1997年には香港返還される。僕が言ったのは1988年と89年でしょ。97年になったらああいうことになるんだな、それを驚くわけです。だから香港からたくさんの人が脱出しました、カナダとかオーストラリアに全部逃げてっちゃ
で今でもだからなんかと香港に非常にこう圧力かけてますよね、中国は。ああいうことが起きてるんでね、全体主義国家ってああいうことが起こる。それからこの時に1989年の11月にはベルリンの壁が崩壊して社会主義国家全部あそこでもって東欧がもう解放されたわけですよね。ああいうことが起きた時にね、それでここにその着任時教えられた一本の電話番号ってのがありますけど、これね、私は向こうから極東の人たちからのトップの人から言われた、小谷さん、何かあったら警察に連絡する前にこの電話を使い、この電話に電話しようって。何かあったら危機管理会社ですよ。で僕はその香港に赴任する前にね、フィリピンのマニラでね、ご記憶あるかもしれませんが、三井物産のマニラ支店長若おじさんっていう方が誘拐された、ね、それであれ何年かかかったんじゃないかと思うんだけれども解放されましたよね。であれいくら身代金払ったか結局わからないじまいでしょ。わからない、分かってるんだけども発表されてない。だからでっかい商社さんなんかはちゃんともうそういうところと契約結んでるんでね、で HP も結んでるんです。だから何かあったらそこへまず出ましょう。でそこがそういう例えば床屋なんかの隊がやってくる。場合によってはもう武器も持ってますからね、ああいう人たちっていうのは。だからそういうね世界があるんですよ。まだ今だってありますよ、それこそ。今北朝鮮とかいろいろありますしね。だからね甘くないんで日本世界に出るインターナショナルってそういうことをやっぱり確保しなきゃいけない、ね、甘っちょろい考えではね世界の中で生き抜けない、ね、そういう経験をいたしました。これは最後になるんですけれども、帰ってきた時がまたバブルがはじけてですね、ひどい状況でして91年の1月に帰ってきましたけれども、で社長が待ち構えたようにね、じゃあもうお前今度後やってくれって話になりましてね、92年の11月からCEO として動くようになって、ね、でどうもこの沢岡さんとはですね必死になって TQC やりましたけど、それと同時に並行してやっぱりこの不況対策、これをその例のオイルショックの時とそれからこう帰ってきて、今度はバブルが始めた時とまた一緒にやるかっていう感じでねいろいろお手伝いをさせていただきました、ね。それでここでね香港に行ってたことっていうのは非常にやはり役に立ちましたね。で行ってみてね思ったことは今いろいろお話ししたように日本人我々ちょっと甘っちょろいなっていう、ね、でやっぱりそういうところにおっぽり出しても一人でちゃんと食っていけるっていうか何と切り開いてやっていく、ね、インターナショナルでどんな状況でも環境適応能力っていうのを持ってやれるっていうね、でどんな人とも付き合えるダイバーシティですよね、だからそういう人たちとやることの方が仕事としては面白いということを僕は痛感しましたね。で YHP ビジョンっていうのをですねこれは1993年だったんですかね、発行いたしました。でこれは未来塾の南紀製菓の方にはお見せしたと思うんですけど、この中にはそのビジョンが全部書いてあるんですね。でもちろんHPA が基礎になるわけですけれども、でこれよかったらちょっと回してみてください。でこれをやっぱりみんなでシェアしよう。でそれとですねやはりこの頃になりますとビジネスの中身がもうすっかり変わって、HP ワールドワイドで見ても大体もう 80% 近くがコンピューターになってたんで、伝統的な計測器っていうのはもう 10% か 15% ぐらい起こってる。ですからやはり意識改革しなきゃいけない。それと日本は別だっていう意識が非常に強かったんです。で情報システムなんかもですね、システムの名前に武蔵だとか大和だとかってつけて頑張ってるんですよね。で日本人頭いいですからすごく緻密なシステム作るんだけどもね、ところがね HP 全体のシステム整合性をするなんか HP が変わるために取らなきゃならないでしょ。だからオーダープロセッシングなんかやると大変なんですよ。でも情報システム本部の、ね、人たちもヒーヒー言ってた。だからこいつはねもうともかく直そう。で僕は香港行っていろいろやってみたらもう実に便利なシステム使い勝手がいい。で一人一台の PC 使ってる。その頃はまだ、日本になってなかったんで帰ってきても社長命令もう PC システムをね全部取っ換えろと。HP のシステムに全部変えてくれ。だからもう従って一人一台全部 PC で出して
高齢化ね。それから社名を変えました、横川ヒューレットって横川の名前、横川には申し訳ないけど、やはりやってるビジネスにすごがしい名前がいいだろう。それは HP ブランドの方が圧倒的にいいから、じゃあもう HP ブランドで全てやろうね。で情報システムがそれとね、それから新企業システムの導入で、これね、何かってこれ行く前から人事の人になんかでいろいろ相談してましたけれども、いわゆるその職務別の給与体系にしたんですね。年功序列的なもの若干入ってましたけれども、でこれなぜそうしたかっていうとですね、ここにグローバルベースでの社内公募制度っていうのが書いてありますけれども、 HP は社内公募をポンポンやるんですよ。でだから例えばR&D 職の R&D のマネージメント職の何級とかね、その人材を今求めるっていう、例えばドイツならドイツからそういう人材公募が出る、全世界に流れる、それ手を挙げればね、うまく選考に乗ればいけるわけですね。そういうことで人材の流動性がですね HP の中にうまく、ところが YHP はそれに乗ってなかったもんだから、一切それに乗れなかった。で実際に香港行ってみるとそういうことがどんどん起こる。だからこれは YHP の社員にもそういう機会をぜひ与えたいということでもって給与体系から手入れをして、ね、で給与体系を全部その HP のものと合わせました。給与の絶対値はですね、それぞれのところのマーケットプライスで決まりますから。だけども考え方は、例えば何々職の何給与だったらこういう責任だよっていうのは分かる。それを全部オープンにしてますから、そういったものを見てね、じゃあ自分はそういうことをやりたいと思ったら何を勉強すればいいかってことが分かる。でそういうことに対して今度はトレーニングの自己研鑽のやり方、これのサポートをね会社の方から提供する、こういう仕組みを作ったね。これは非常に歓迎をしていただきました、社員からも。でこれはこういうことはですね、社名を変えるとかね、全部そのシステムを取っ換えろっていうのはこれ社長でなきゃできないですね。これは、皆さんにご相談してなんてこと言ったらラシアがね、これはもう社長としてやりました。でこれでですね、あともう一つ面白かったのはですね、情報システム本部長って非常にいい仕事をしてくれた、これ乗り換えるにあたってで終わって、そこの若手が非常によく育ってて、あともう非常にもう任せても大丈夫だっていう状況になった。だもんだから彼をですね説き伏せましてね、お前ね、その情報システム本部長っていう役職名はそのままにしてくれと。で情報システムの仕事やらなくていいから俺と一緒にねお客さん行こう、でそれにあと今度はセールスのメジャーアカウント担当の取締役の本部長3人でメジャーアカウントを回りました。どんどんトヨタね、それからパナソニック、シャープ、いろんなところがある。だからトヨタなんかもね、後々社長になれた張さんがやっぱりシステム関係の担当をなさって出てきていただいて、で私がプレゼンテーションするのはトップとしてね、こういう情報システムを入れるとき何を考えたかと、何を期待したか、だから必ず言ったのは人は減りません、だけど情報の流れがものすごく速くなる、ディシジョンメイキングがするから。実際に我々これシステムと書いてみて、お客さんから随分言われたのはですね、いや最近ね YHP さん反応が速くなりましたねって言われまして嬉しかったですね。で、そういうことを、そういうその3人組を作ってですね、でもメジャーアカウントもある、いろいろもあって、僕はそういうトップマネジメントから見た説明をする。それから話が具体的なシステムになったら、その情報システム本部長がとうとうとやってくれる、で場合によってはその八王子の工場をですねショールームにしました。全部ガラス張りにしてね、だってサーバー並んでるだけ見たってわからないんだけどもねすげえなっていう感じで、来ていただいて、それからその後はセールスのその本部長が要領よくやってくれて、でお付き合いが必要だったら、だから張さんなんかでもゴルフやったりしましたけどもね、そんなことのお付き合いも全部で、これでかなりね稼ぎましたよ、はっきり言って、でこの時ですね、日本全体は要するにもう本当にバブルがはじけてひどい状況になったんで、最初に私が引き継いだ時にですね、年間売上が1410何億、
1500億狙ったんだけども、最初の期に滑って1400何十でビジョンでもってその目標を出したのはですね、1998年、僕はもう3期6年やったらやめようと思ったね。でそれ最初から決めてましたから、でその 3期やったところで倍3000億にするという目標を立てて、こうしたらね、1998年終わった時に2992億だと。まあいいじゃないのっていうことにして、まあ、それでやめさせてもらいました、ね、だからそんなことでね、やっぱりこういうことをやることによってそういうみんなのモチベーションが変わってくるし、意識が変わった。でやっぱりグローバルに手を広げていろんなところと同じ HP なら HP の仲間と一緒にやらなきゃダメなんだということをみんな分かってくれた。でこれ実はですね、その後 HP がどうなったかって話すると、またこれも2日3日かかると思うんですけれども、今はこれ分かれてます。ヒューレット・パッカード、1999年にケイソっていうのはアジェントテクノロジーと、それからコンピューターのヒューレット・パッカードカンパニーに分かれたんでね、それからそれぞれがまた今度は2015年にはヒューレット・パッカードが HP インコーポレーションとか HP エンタープライズに分かれた。でこれは例えばこっち側がサーバーだとか企業向けシステム、こっちは PC だとかプリンターで、ケソキの方はアジェントがまたキーサイトテクノロジー、ザ・アジェントテクノロジーだから、 HP がデブ・パッカードとビル・ヒューレットが起こした商売はここですよね。こっちがアジェントテクノロジーの方はライフサイエンスと分析機器なんかをやってる。で、こっちはかなりいろいろ問題がありました。で今後どうなるのか私もよく分かりませんけれども、だからここはですね、結構頑張ってですね、 PC からプリンターとも PC も今ワールドワイドでナンバーワンですね。レノボを追い越してそれからプリンターもやっぱりダントツです。でこの中でこっち側の方は、この中で一番今株価が高いのはアジェントテクノロジー、71ドルとか72ドル、そのぐらい減ってますね。でこっち側はまだちょっと苦戦してますね。まあその辺のお話はまたあれですが、懇親会の中でもいろいろお話しするかと思いますけど、まあちょっと時間がもう迫ってしまいましたけれども、こんなことで、要するに証券会社にいたおかげで、まずアメリカに学ぶっていうフェーズね、それから今度は日本から学ぶ。日本からも非常にやっぱりクオリティについては非常に良かったと思いますね。僕もよく勉強しました。で社長がものすごく引っ張ってくれる。この社長はなんと18年社長をやられたんですよ。これちょっと長すぎたかなって気がするみたいなね。まあだけど素晴らしいやっぱり社長だから、横川正蔵さん、デーブ・パッカード、ビル・シュレット、それからこの笹岡さん、こういう各創業者並びに社長にも非常にいい奮闘を受けて勉強させてもらう。で自分でこんなことをやってなんとかご期待に応えられたかなっていう気がするんです。こんなことをですね、思いもかけない、大学出た時にこういうふうになろうとはまるで思ってなかったんだけど、こんな合弁会社でね、英語をもっと勉強していけばよかったなと本当にしみじみ思いますね。だけどね、あれですよ、もう心配しないでください。英語なんてのはね、どうにでもなる。だからもう三人称単数過去現在がそのままちっちゃいねんだね。でね、声のでかいやつは勝つ。もうどうでもいいから。だね、大体日本人がそんなにうまい英語を喋ると思ってないですよ。聞いてくれるね。だからね、そんなことはね、もうヘジテートしちゃダメ。だからね、羞恥心を捨てた時から英語がうまくなるっていうのは僕は英会話一回も習ったことないです。ね、もう全部もうぶっつけ本番のもう本当に泥臭い。だからかっこいいね、なんか挨拶なんてできませんわ。それでいいんですよ。それこそそのリーブやサンダル積みでねめちゃくちゃですね。そんなことで、どうもまとまりのない話で時間ばっかり食ってしまって申し訳ございませんでした。どうもご清聴ありがとうございました。高谷様ありがとうございます。貴重なお話をいただきました高谷様に今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。それではお時間も限られておりますが、